第一章、ウサギ穴に落ちて。アリスは土手の上でお姉さんのそばに座っているのに、もうすっかり飽き飽きしていた。何もすることがない。一度か二度お姉さんの読んでいる本を覗いてみたけれど、絵も会話もない。絵も会話もない本なんて何の役に立つっていうの？とアリスは思った。そこで暑い日差しのせいでとても眠たくて頭がぼんやりしていたけれど、ひな肉の花輪をこしらえるのは楽しいかしら。でもそのために立ち上がってひな肉を積みに行くのは面倒だわと頭の中であれこれ考えていると、突然ピンク色の目をした白ウサギがすぐそばを走り抜けていった。それだけなら別にどうということもなかった。ウサギが「ああ、大変だ大変だ、遅刻する」と独り言を言うのを聞いても、その時は別に不思議とも思わなかった。後から考えてみればあの時不思議に思うべきだったのだが、その時は全てがごく自然に感じられたのだ。ところがウサギがチョッキのポケットから時計を取り出して、それを見てから先を急いだものだから、アリスはパッと飛び起きた。チョッキのポケットを持ったウサギなんて、ましてそこから時計を取り出すウサギなんて今まで見たことがない。好奇心に燃えて野原を横切ってウサギを追いかけ、ちょうどウサギが生垣の下の大きなウサギ穴にポンと飛び込むところに間に合った。次の瞬間、アリスもウサギの後を追って穴に飛び込んでいた。どうやって出てくるかなってこれっぽっちも考えずに。ウサギ穴はしばらくトンネルのようにまっすぐ続いていたが、やがて急に下へ落ち込んだ。あまりに急だったので止まろうと思う暇もなく、アリスはとても深い井戸のようなところを落ちていった。井戸がとても深いのか、それとも落ちる速さがとても遅いのか、落ちながら辺りを見回したり、次に何が起こるのだろうと考えたりするだけの余裕がたっぷりあった。まず下を見てどこに着くのか確かめようとしたが、暗くて何も見えない。それから井戸の壁に目をやると、食器棚と本棚がびっしり並んでいた。あちこちに地図や絵がかかっている。途中の棚から瓶を一つ取ってみると、オレンジ、マーマレードと書いてあったが、残念なことに中身は空っぽだった。下にいる誰かに当たると大変だから瓶を落とすわけにはいかない。落ちながら通り過ぎる棚の一つにうまいこと押し込んだ。まあ、アリスは独りごちた。これだけ落ちたんだもの、もう階段から転び落ちたくらいじゃ何とも思わないわ。みんなにどんなに勇気があると思われるかしら。家の屋根から落ちたってきっと何も言わないわ。実際そうなる可能性は大いにあった。落ちる落ちる、どこまでも落ちる。いつになったら止まるのかしら。もう何マイル落ちたのかしら。と声に出して言ってみた。そろそろ地球の中心あたりじゃないかしら。確か4000マイルくらい。というのもね、アリスは学校の授業でこういうことをいくつか習っていて、こんな時に知識をひけらかしたところで聞いている人は誰もいないのだけれど、おさらいにはちょうどいいと思ったのだ。そう、だいたいそのくらいの距離のはず。でも一体緯度と経度はどうなっているのかしら。アリスには緯度が何なのかも経度が何なのかも全然分かっていなかったが、口に出すと立派に聞こえる言葉だと思っていた。やがてまた話し始めた。地球を突き抜けてしまったらどうしよう。頭を下にして歩いている人たちの中に出てきたらおかしなことになるわね。アンテイパシーズっていうのだったかしら。聞いている人がいなくてよかったと今度ばかりはほっとした。どう考えても正しい言葉ではなさそうだったから。でもその国の名前を聞かなくちゃ。すみません、ここはニュージーランドですか、それともオーストラリアですか？そう言いながらお辞儀をしようとした。考えてもみて、空中を落ちながらお辞儀をするなんてあなたにできると思う？まあ、なんて物知らずの子だと思われるわ。ダメよ、聞いたりしたらきっとどこかに書いてあるわ。落ちる落ちる、どこまでも落ちる。他にすることもないのでアリスはまた喋り出した。今夜はダイナが私を寂しがるだろうな。ダイナというのは猫のことだ。お茶の時間にお皿にミルクをちゃんと入れてもらえるといいけど。ダイナ、あなたがここにいてくれたらいいのに。空中にはネズミはいないと思うけど、コウモリなら捕まえられるかもしれないわ。ネズミによく似ているもの。でも猫はコウモリを食べるのかしら。ここでアリスはだんだん眠くなってきて、夢うつつのような調子でつぶやき続けた。猫はコウモリを食べる？猫はコウモリを食べる？そして時々、コウモリは猫を食べる？
ともつぶやいた。どちらの問いにも答えられないのだから、どちらでも大して違いはない。うとうとしてきて、ダイナと手をつないで歩いている夢を見始め、真剣な顔でこう言っていた。ねえダイナ、正直に教えて。あなたコウモリを食べたことある？その時突然ドスンドスン、光栄だと枯葉の山の上に降り立って、落下はおしまいになった。アリスはちっとも怪我をしていなかった。すぐに飛び起きて上を見たが、頭の上は真っ暗だった。目の前にはまた長い通路があり、ショコウサギがまだ見える。急いで先を行くところだった。ぐずぐずしている場合ではない。アリスは風のように駆け出し、ウサギが角を曲がりながら言うのがギリギリ聞こえた。はあ、耳もひげもしおれちまう。なんて遅いんだ。角を曲がるとすぐ後ろまで追いついたが、もうウサギの姿はなかった。天井からランプが一列にぶら下がった長くて低い広間にいた。広間の周りにはたくさんの扉があったが、どれも鍵がかかっていた。片側をずっと行って反対側をずっと戻り、一つ一つ扉を試してみたが全部ダメだった。しょんぼりと広間の真ん中をとぼとぼ歩きながら、どうしたらここから出られるのだろうと思い悩んだ。すると突然、小さな三本足のテーブルに出くわした。すべてガラスでできている。その上には小さな金色の鍵が一つ置いてあるだけで、アリスはまずこの広間のどこかの扉に合う鍵かもしれないと思った。ところが、鍵穴が大きすぎるか鍵が小さすぎるかで、どの扉も開かない。けれど2周目に、さっきは気づかなかった低い幕を見つけ、その裏に高さ15インチほどの小さな扉があった。黄色の小さな鍵を差し込んでみると、嬉しいことにぴったりあった。アリスが扉を開けると、ネズミの穴ほどの小さな通路があった。ひざまずいて通路の先を覗くと、そこには今まで見たこともないほど美しい庭が広がっていた。あの暗い広間を抜け出して、色とりどりの花壇や涼しげな噴水の間を歩き回りたい。どんなに歩き回りたいことか。でも入り口に頭さえ通らない。頭が通ったところで、とかわいそうなアリスは思った。肩がなければどうしようもないわ。望遠鏡みたいに縮められたらいいのに。きっとできるわ。やり方さえわかれば。何しろこのところありえないようなことが次々と起こっていたので、本当にできないことなんてほとんどないのではないかとアリスは思い始めていた。小さな扉のそばで待っていても仕方がないので、テーブルのところに戻った。別の鍵が見つかるかもしれないし、少なくとも人間を望遠鏡みたいに縮める方法が書いてある本くらいあるかもしれない。今度はテーブルの上に小さな瓶が置いてあった。さっきは確かなかったのに。とアリスは言った。瓶の首には鍵のラベルがぐるりと巻きつけてあり、私大野美ときれいな大きな字で印刷してあった。私大野美と言われたからといって賢いアリスはすぐに飲んだりはしない。ダメよ。まず確かめなくちゃ。と言った。毒と書いてあるかどうか。というのも、やけどしたり猛獣に食べられたり他のひどい目にあったりした子供たちのちょっとした話をいくつか読んだことがあって、それはみんな友達から教わった簡単な約束事をどうしても守ろうとしなかったからなのだ。例えば真っ赤に焼けた火かき棒をいつまでも持っていたらやけどするとか、指をナイフでうんと深く切ったら大抵血が出るとか。それに毒と書いてある瓶をたくさん飲んだら遅かれ早かれきっとひどい目に遭うということも決して忘れていなかった。しかしこの瓶には毒とは書いてなかったので、アリスは思い切って舐めてみた。とても美味しかった。実のところチェリータルト、カスタード、パイナップル、ローストターキー、コーヒー、バタートーストを混ぜたような味がしたので、たちまち飲み干してしまった。なんだか不思議な感じ。アリスは言った。望遠鏡みたいに縮んでいくわ。その通りだった。今や背丈はたったの10インチで、あの小さな扉を通ってあの素敵な庭に行ける大きさになったと思うと、顔がパッと明るくなった。でもまずもっと縮まないかどうか数分間じっと待った。ちょっと心配だったのだ。だってろうそくみたいに最後まで縮んでしまうかもしれないもの。とアリスはつぶやいた。そうなったらどうなるのかしら。そしてろうそくが吹き消された後の炎がどんな風か想像してみようとしたが、そんなものは見たことがなかった。しばらくしてもう何も変わらないと分かると、すぐにでも庭に出ようと決めた。ところがかわいそうなアリス、扉のところに行ってみると、金色の小さな鍵を忘れてきたことに気づいた。テーブルに取りに戻ると、とても手が届かない。
ガラス越しに鍵がはっきり見えるし、テーブルの足をなんとかよじ登ろうとしたが、スルスル滑ってどうにもならない。すっかりくたびれ果てて、かわいそうな子はペタンと座り込んで泣き出した。さあ、そんな風に泣いても仕方ないでしょう。アリスはきっぱりと自分に言い聞かせた。今すぐ泣くのをおやめなさい。普段から自分にとても良い忠告をするのだが、めったにそれに従うことはなかった。時々あまりに厳しく自分を叱るものだから涙が出てきたりした。一度なんか自分相手にやっていたクロッケーでイカサマをしたからといって自分の耳をぶとうとしたことがある。この変わった子は二人の人間のふりをするのが大好きだったのだ。でももう二人のふりなんてしたってしょうがないわ。とかわいそうなアリスは思った。まともな人間一人分にも足りないくらいしか残っていないんだもの。やがてテーブルの下にある小さなガラスの箱に目が留まった。開けてみるととても小さなケーキが入っていて、干しぶどうで「私を食べ」ときれいに書いてある。よし、食べてみよう。とアリスは言った。大きくなったら鍵に手が届くし、小さくなったら扉の下をくぐれるもの。どっちにしたって庭に入れるわ。どっちでも構わないわ。少しかじってどっちかしら、どっちかしら。と気になりながら頭のてっぺんに手を当ててどちらに伸びているか確かめようとした。ところが驚いたことに大きさはそのまま変わらない。ケーキを食べたって普通はそうなのだが、ありえないことばかり続いていたアリスにとっては当たり前のことが起きるのがかえってつまらなくて馬鹿らしく思えた。そこでもりもり食べてたちまちケーキを平らげた。